回はバレットジャーナルの新しいノートを購入したので、これを機会にこれまで使ってきたノート4冊の比較と、バレットジャーナルを作る時に使っている文房具のご紹介をしようと思います。で、私がこれまで使ってきたバレットジャーナルはこちらで、それぞれのノートの特徴と私のおすすめをご紹介しようと思います。で、その前にバレットジャーナルにおすすめな基本的な要素っていうのを簡単にお伝えしようと思います。で、この4つのノートに共通していることなんですが、まず1つはドットの方眼ということです。で、理由は行のノートよりも自分でデザインしやすくて、で、真っ白なノートよりも文字が書きやすいということです。で、2つ目は英語のサイズのノートっていうことです。で、これは好みにもよると思うんですが、この英語のサイズだと持ち運ぶことと書き込むことどちらのバランスも取れているサイズだと思います。この2つの要素がバレットジャーナルに適していると思います。で、ご紹介するノートはすべてこれらの要素を含んでいます。では早速ご紹介していきます。まず1つ目に使っていたノートがこちらのロディアのノートです。で、実は私はこれが一番気に入っていて、それがどうしてかというと、書き心地がとてもいいからです。で、見た目ではわからないんですけど、他のノートと比べるとすごくペンで書いた時に滑らかに書けるので、そこが気に入っている点です。私が毎日使っているこちらの無印のゲルインキボールペン、これとも相性が良くてすごく書きやすいです。ロディアのノートは表紙が革の素材になっていて、すごいしっかりしてるんですけど、少しクッション性がある感じがします。それもすごい高級感があって気に入っています。で、ただ私が使っていたこのロディアのノートなんですが、下にページ数が書いていないんです。で、他のノートでお見せするんですけど、ロディアのノートは最初にインデックスページがなくて、いきなりこのドットのページから始まります。で、あとこちらのノートは表紙の色がバリエーション他にもあるんですけど、個人的には薄いベージュとかピンクベージュみたいなものがあるといいなと思ってます。あとは後ろにポケットもついています。という感じで、ロディアは書き心地が良くてしっかりして、表紙もすごくしっかりしているので、書き心地重視の方やちょっといいノートを長く持ちたい方におすすめです。そして2冊目に買ったのがこちらのロイヒトトゥルムのノートです。こちらロディアとの大きな違いは表紙の素材です。ロディアの方はクッション性がある少し柔らかいタイプだったんですが、ロイヒトトゥルムの方はハードタイプで、表面が硬いです。で、ソフトタイプとハードタイプっていう2つ種類があるみたいなんですけど、ソフトタイプの方はもうぐねっと折り曲がるようなタイプなので、私はハードタイプを買いました。で、ロイヒトトゥルムは結構万能な感じで、右下にページもついていて、私は使ってはないんですけど、最初のページにインデックス、何ページからどういう内容を書いているかっていうのを書いておくページもあります。そしてページの最後にポケットもついています。ロイヒトトゥルムの方はロディアよりもページ数が少し多いので、バレットジャーナル1年分を1冊でまとめたいっていう方にはおすすめです。で、ここで4冊目に新しく買ったこちらなんですが、黒いものと色違いになっています。で、最近ロイヒトトゥルムはいろんな表紙の色が出てきているみたいで、これとあとグリーンも出ていました。ここの紐がピンクとグレーなのが気に入ってます。で、4冊目にこちらを買った理由としては、やっぱり毎日開くものなので、この表紙の色っていうのが
私としては結構大事で、こういう薄いピンクの色とかあんまり売っていないので、こちらに出会って購入することにしました。で最後にご紹介するのがこちらの HMMM と書いたエディタブルノートというものです。こちらのエディタブルノートは表紙のバリエーションがすごい可愛いものが多くて、それが結構私としては好きです。で特徴としてページ数は他のものと比べてあまり多くはないです。でこの1冊で私はいろんなページを後から追加したりするんですけど、それで3ヶ月ちょうど持ちました。でその分価格も比較的お手頃なので、これからバレットジャーナル始めてみようかなっていう方にはおすすめです。価格が抑えめな分だけあって、ここの紐の素材がちょっと違うのとポケットがついていないっていうのがあります。ただ、表紙のインデックスはちゃんとついています。はい、という感じです。じゃあここからはよくご質問いただく普段使っている文房具についてもご紹介しようと思います。でこちらは無印のシャープペンで 0.3 ミリのものを使っています。でこちらは主に下書きの時に使ってます。芯が細いので上からペン書きした後にも消しやすくて下書きにもすごく向いてます。そしてこちらが無印のゲルインキボールペンです。で芯は 0.38 ミリを使ってます。で、これは乾きも比較的早いですし、紙の裏写りも気にならないのでバレットジャーナルにもすごい向いてると思います。そしてこちらたくさん使っているのでもうここがすごい剥げてしまったんですけど、これはこちらトンボのデュアルブラッシュペンというものの990という色味です。でこれはこういう感じでこういう薄い淡い色をつけることができます。でこの私が持っている12色セットのこちらはポートレートっていう種類で、ベージュとピンクとブラウンっていうすごい使いやすい色が揃ったものになってます。こちらは店頭ではあまり見かけたことがないので、ネットで買える URL を概要欄に貼っておこうと思います。でそしてこちらの定規、これもよくご質問いただくんですが、ローズゴールドの定規です。こちらはTSUTAYAが出してるヘデラといういろんな可愛い文房具、ローズゴールドのセロテープとかそれも持ってるんですけど、ちょっとおしゃれな文房具が揃ったシリーズのものです。そしてマスキングテープ、こちらも結構使ったりするんですけど、これは MT のピンクブラウンとこのピスタチオカラーみたいな色なんですけど、ちょっと名前を忘れてしまったので後で書いておきます。最後に9月のバレットジャーナルの中身をご紹介しようと思います。で今月もテンプレートをご用意しているので、概要欄の方に URL を貼っておきますので、よければお使いください。で9月の表紙はこんな感じです。そしてカレンダーページ、こちらもいつも通りと、ウィークリーページも同じように作っています。でこちらのページは今月新しく作ってみたページです。こちらは一日の過ごし方や一日のルーティンを見直すためのページです。でこれは達成したい目標があるけどなかなか毎日忙しくってその目標のための行動が取れていないっていう時に、使おうと思って作ったページです。で左上に目標を書くようになっていて、で右側には
その目標を達成するために理想的な習慣を箇条書きで書き出しています。例えば筋トレとウォーキングをして疲れにくい心と体づくりっていうのを目標にしたとすると、そのために習慣づけたいこととして30分筋トレをする、あとはタンパク質と野菜を摂るとか、30分早く就寝してきちんと休息も取るとか、そういったことを書いてます。そして左下には今の一日のルーティーン、一日の大体の過ごし方を書き出していきます。で、書き出してみることで先ほどのこちらの取り入れたい習慣を具体的に一日のどのタイミングで実践できるかっていうのを考えてみることができるかなと思ってこういうふうに作りました。で、いつもだいたい7時くらいに夕食をとっているので、その夕食後7時半から8時くらいだったらだいたい筋トレできるかなとか、あとは筋トレの休息日の日はウォーキングをしようとか、具体的なできそうな時間っていうのを書いてみることで実践につながりやすくするっていうものです。で、右側には実際にそれを取り入れてみる日っていうのを決めて、でその日一日また時間をだいたい書き出してみて、で実践してみてどうだったか、この時間帯ならやっぱり続けてやっていけそうだなとか、実際に取り入れてみてすごく体も調子が良くなってきたとか、そういうことを書いていくとより習慣化しやすいかなと思ってこんなページを作ってみました。本当に筋トレはやろうと思ってなかなか習慣化できていないので、これを機に頑張ろうと思います。9月のバレットジャーナルはこんな感じです。